Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは滝川界隈9件です。それでは早速 Let's get it started. 1. Takikawa Sloppy Cat 滝川の伝説となってしまった爆盛りの名店マリンさんのスタッフさんたちによる続マリンのお店、視聴者さんからタレコミいただきましてやってまいりました。メニュー内容はかなり違うようですが、爆盛りという遺伝子はマリンからしっかり継承されているようです。こちらの推しはハンバーガーってことで、なんと噂では佐々木希の顔面より大きいというハンバーガーを。佐々木希ってそんな顔大きかったっけ？なんでよ、小さいってことでしょうが、これでかっていうか重た、間違いなくこれ過去最大級重量スーパーヘビー級。マジ重くてびっくりした。3キロぐらいあった？いや、そんなないだろう。でも味はちゃんと美味しいね。添えられたたっぷりの素揚げポテトも嬉しい。おちゃんは大好物のカオマンガイを注文。ご飯の量が猫ちゃんなんだよね。選べるタイプ。こにゃんこ1匹 167g 0.5 合からギザスペシャルピラミッドって 1.6 キロまで手のがある。さすがはマリンの遺伝子。考えられない。こんなの平らげる人が世に存在することがね。おちゃんはジジイだからワンキャットでちょうどいいぐらいかな。これ小さく見えるけど圧縮されてるから結構量あるんだよね。あるある、ワンキャットで十分だよね。ところでスラッピーキャットってのはどういう意味？スラッピーってのは英語でずさんなって意味。ずさんなって熊本で旅館やってる？それはスザンヌ。ガパオもあるよ。 2. Takikawa Chukari Yori Matsuno 滝川の中心部、国道12号線沿いにあります中華料理松野さん。こちらも視聴者さんのタレコミで参上。夕食時にお邪魔しましたが、来店客は女性 100% の美味しい予感。トイレに行くふりをして別の席の卓上の料理をチェックすると、もうやめて、そういうの。何を言ってんだ。大切な情報源だよ。常連さんの注文パターンってのは参考になるからね。結構皆さんチャーハン食べらっしゃる。見るからにパラパラご飯で美味しそうだ。チャーハンに誘惑されながらも基本の麻婆豆腐とあんかけ焼きそばをオーダー。オープンキッチンの中で中華鍋を振る大将の無駄のない動き、美味しい予感満々。キッチンの中もきちんと磨きかけられて、そこかもかね。美味しさ確定的。はい、来ました。あんかけ焼きそば。ごま油かな。香ばしい香りが食欲をそそのかしますね。うずらもいるし、これ今まで食べたことないタイプの味。知らない味だったっすね。オイスターソースの銘柄が違うのかな。知らない美味しさね。麺もカリッカリに焼かれていい感じ。野菜もシャキッと火が通されてて一見濃やそうだけど、見た目とは裏腹にしょっぺがない。若干酢入ってんのかな。さっぱり最後までいただけちゃう。量がこれまたちょうどいい。ホテルクオリティ中華じゃないですか。 Hotel 美 Quality 味しい。麻婆豆腐は山椒の香りがほわーんとちょいからちょいしびれで美味しいですね。バランスがいい。あとさ、ご飯美味しいよね。炊き方どのお店も米の炊き具合がちょうどよく炊けてて美味しかったな。ね、日本の米は美味しいね。美味しい情報をいただいた視聴者さんにシェシェ。 3. Akabilla Yanagiya Shokdo 隊長、赤ビラに超コスパ最強食堂を発見しました。なんだって？おっと、昭和の父さんたち、柳屋ったってポマードじゃありませんよ。ポマード？これさ、これヤンキーリーゼントの必需品。なあ、はいはい。臭い思ってたらこんなんつけてたんだ。臭いって A ちゃんファンに怒られるぞ。A ちゃん？あ、キャロル時代のリーゼント？そうそう。おじいちゃんっぽい匂いの印象で。おじいちゃんか。この界隈のカツカレーをウェブサーチしておりましたらね、驚異のお店を発見したんです。早速急行。すごいわ。厚別の匠さんより安いかも。そうだね。
ランチ500円っていうのを除いたら柳屋さんの方が全体的に安い。というわけでグリーンは人気ナンバーワンの鶏天ぷら定食を。鶏天がカリカリ食感でカリカリ好きにはたまらない。鶏自体には下味がほぼないのでチキン南蛮風の甘酸っぱいタレによく合う。これは子供から大人まで好きなやつですわ。おいちゃんはカツカレー&ミニラーメンというゴージャスなセットを Gorgeous. 注文。カツカレーは辛さも結構辛くてちょうどいい辛さ。ブーストしなくても Boost. いただける中辛カレー。変に作り込んでこねくり回してない潔いシンプルな美味しいカレーだ。カツの具合もちゃんとしてる。スパーッとスプーンで切れちゃう。決して豪華なカツではないがカツカレーはこれが一緒。これでカツカレー600円ってやばくない？ 2 個食えるねえ、そして美味しいのだ。これは全員来るでしょうね。どうやらこちらはちょっと前までほとんどのメニューが500円でいただけたようなんです。なんですと、ちょいと前まで赤ビラは昭和のまま止まってんのかい？ねえ、物価高騰カクカクしかじか自民党裏金問題や学歴詐称なんかがあって、それでも100円から200円しか値上げされてないという希少価値昭和コスパお化け食堂でございます。これ働く父さんたちみんなありがたいでしょう。本当に赤ビラ住民なら皆さん来たことあるんじゃないかな。間違いない。赤ビラッジキャンペーンスクラッチは外れ。くじ運のない2人。何も当たったことない。コンペでダイソン当たったのが人生の絶頂期かな。いいなぁ。私なんか赤いキツネ1箱かな。すげえじゃん。ありがたかった。4. Takikawa. Taki Soba. 滝川の老舗そば屋さんに名刺旅そば担当グリーンがやってまいりました。お食事時ということもあり、お店の周りは車だらけ。お一人様女子、働く父さん、パチンコで吸った兄さんから夕べ飲みすぎたじいちゃんまで地元の方々が次々とやってくる。すんごい情報収集力。常連さんはメニューを見ずにテンダル大盛りでって入ってきて新聞見ながら待つスタイル。はいはい、メニューかぶようだね。昭和だね。父さんたちはどうしても天ぷらや天かす好きだね。そりゃそうさ。冷やしたぬきも飛ぶように注文入っておりました。はい、ざるそばです。黒いぶっとい。あれ、こんな黒かったっけ？日高の泉屋食堂さんばりに燕三条ちゃっちゃ系総本山甲州飯店並みに太い。ほんとだ。きしめんみたいな平たいそば。これはさすがのグリーンもすすれない。噛みしめて食べなきゃダメなやつ。うわ、しおり師匠でも無理なやつかな。師匠ならきっといけると思う。薬味がね、わさび、ネギ、おろしにわかめまでついてんの。これ初めてのタイプ。味変できていいっすね。すごいね。かき揚げが面白いんだね。これが食べてみたくって昔来たことあるんだけど。これね、お上品なかき揚げってどうなの？ずいぶん前のことだからね。興味のある方はぜひご賞味あれ。5. ニューヨーク Wutashinai. Michi no Eki Wutashinai Chiralu no Yu. 歌市内にございます。道の駅と併設している温浴施設。ここは静かでとっても落ち着く道の駅なの。遠方からの車中ハッカーさんが多いですね。今回は横浜さんに沖縄さんに大宮さん、鹿児島さんもいたね。いたいた。お風呂は結構古いけどスーパードライのあちち95度サウナに水風呂は20度くらいかな。真夏だとちょっと水風呂ぬるくて整いづらい環境だけど、夏はどこもそうだからしょうがないよね。てかサウナもあんま長く入れないよね。暑くって初めの2セットは5分が限界だった。マジ本当だ。でもキンキンの立ちシャワーが爽快。そっかい。なんと女湯がサウナ満席に近かったよ。歌しないチロル。すごいね、歌しないチロル。もう全員知り合い状態。今年キュウリができすぎて困ってるって。話題が農家。おもちゃんたちが話しとった。家庭菜園やってんのかね、きっと。農家じゃないの？ちょっとわかんないんだけど、キュウリの漬物の漬け方レクチャーで盛り上がってたよ。グリーンはいつものように黙々と水風呂サウナ水風呂サウナ
6セットをこなしたというのは言うまでもありませんでした。おっさんか。道の駅も楽しいんだよね、ここ。そうそう、いろんな他の道の駅とは違った面白いグッズが売られていて、見てて飽きなかったね。ね、こういうのいいな。どこ行っても同じようなお土産売り場じゃつまんないもんね。いや、そういえば見た？脱衣所の鏡の前の張り紙。何それ？ドライヤーは頭髪のみにご使用くださいって。髪の毛乾かしながら一人で爆笑しちゃったよね。いや、他どう使うっつって時々使う。やめてもう。いやいや、背中だよ。脇も使うけどダメなのかな。ダメ、歌しないではしないで。うまい。ありがとう。6. Today's Katsu Curry. Takikawa Curry House Mori. 今日のカツカレーは北海道カツカレー選手権にも出場した森さんのカレー。はい、定期実食でございます。こちらはね、非常に信頼しているカレー屋さんの一軒ですからね。今回初めて道産豚を使用した特製カツカレーっていうアッパーグレードのやつをいただいてみます。ケチだからいつも安いの食べるもんね。はい、高くてうまいは当たり前精神ですからね。安物買いの銭失いって意見もあるけど、そうとも言う。ってことで、ローストンカツアメリカ産とどれぐらい違うのかってのを検証していきたいと思います。最近アメリカ産も結構美味しいからね。そうそう、カツヤのとんかつアメリカ産なんだけど、下手な国産よりうまいからね。ね、びっくりした。はい、結構とろみあるカレールーなんですが、粉っぽく小麦粉っぽいのではなく、野菜が溶け込んだ感じのとろっと感がいいですね。辛さはオプションで3から20円ってやつでオーダー。結構辛味で引き締まってます。スプーンでスパッと切れるカツが美味しいですね。脂身の甘みがあっていいですわ。さすがは国産豚。こちらがやはり一枚上手でしょうか。だけど人気でしたね。11時半にはほぼ満席。お持ち帰りの注文とかも入りまくって忙しいカレー屋さんでしたよ。こんなに混んでるカレー専門店、駅前ならまだしもなかなかないよね。でしょう。みんなチーズトッピングして食べらっしゃる。チキンカツも人気のようだ。次回はそやつをいただいてみよう。ねえ、チーズしょっぺくなんないのかしら。おいちゃんがね、好きっていうカレーだから、多分パンチとかショッパーを求める兄さんたちには物足りないと思うんだよね。チーズトッピングはそれを満たしてくれるのではないかなと思いました。なるほど、ソース代わりのチーズってことね。 Maybe 多分ね。 Maybe to boom there. 7. Takikawa Ajino Misa Shichifuku. 国道12号線沿いにありました農家のお悩みたいな建物の目立つ看板。こちらも視聴者さんからテレコミ通りね。タレコミ通りね。12号線なんだね。ここバイパスっぽい通りなのかなと思ったんだけど、そうなの。すぐ横にはそば畑が広がってのどかなところですね。北海道って感じです。これぞ北海道ってことでおすすめしてもらった天丼とカツカレーを注文。隣のテーブルから配膳されたホッケに歓声が上がる。うわお、でかってね。なあ、そうそうとかされる。ホッケうまそうだったね。あ、ね、ナポリタンも気になるな。はい、私は天丼、エビ、玉ねぎ、ピーマン、ナス、イカ。玉ねぎが五輪マークみたいになってる。丼タレがサラッとタイプで甘すぎないのが嬉しい、美味しい、愛おしい。何より米がうまいな。うまし。お米の炊き方って大事よね。大事。カツカレーも美味しかったね。血気盛んな兄さんたちなら2個食っても足らんかもって量なんだけど、適量健康を害さない量の食事がありがたい。おいちゃんにはちょうどいい量だ。カレーはルーを使用していると思われるけれども、知らないタイプのお味。意外にも欧風な印象のドンシャリ感がいいですね。ドンシャリ？ドンシャーリー。ああ、低音と高音が強調され迫力のある音のことをドンシャリと言います。甘いと辛いのバランスがいいカレーのようにね。なんで音？おっと、カツもスプーンでスパッと切れる。美味しいよこれ。生肉でしょ。いやいや、冷凍なんかしたらうまくないっしょって
親父さんの声が聞こえてきそうだ。こんなに美味しいんだね、生肉って。でしょ。カツはペラカツなんだけど、やっぱカツカレーはこれでいい。いや、これがいい。おいちゃんが大好きな昔ながらの食堂のとんかつって感じでね。はいはい。ご飯が本当に美味しいですね。固めにとっても美味しく炊けております。この会話の人ってご飯炊くのうまくないですか？ねえ、思った。お米が美味しいのかな。いつもこういうお米をいただきたいわね。本当だ。僕は幸せだなって思う。こういう美味しい米食べて。僕は君といる時が一番幸せなんだ。本当？いいお店をご紹介いただきました。視聴者さん、ありがとうございました。8. Shin Totsakawa Futen Shokdo. これまた視聴者さんの美味しい情報ね。ジャークチキンありますよってことで、うちの邪悪なおじさん一目散。ナビに風天食堂って入れて、どんどん目的地に近づいてくると、うちの運転手のおじセンサーがピコンピコン。あれ、ここ来たことあるぞってね。で、そういえばなんか見たことある道。そっちだけ方面？あ、そっちだっけ？あっちだっけ？なんと滝川にはそっちだけって山があります。あっちだけってのもあんのかな？あんのかな。やっぱりそうだ、来たことある。あれだよ、あれ、ここ。はいはい。奥芝商店。あ、ハッピーアイスクリーム。懐かしい。大町屋いたとこよね。そうそう。こちらは奥芝商店時代に何度かお邪魔しております場所ですね。小さなビレッジみたいになってて、アパレルショップがあり、コテージがあったりの風天食堂でございます。あれ、結構改装されて綺麗になってる。はい、より一層素敵プレイスになっておりましたよ。ゆみゆみさん、情報ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとオリジナルアレンジのタコライスのようなジャークチキン丼、もとい違法チキン丼。いや、そんな法律ないっしょ。その違法ではありません。オンライスしちゃってるわけね。そうざんす。タバスコをフリフリして辛くして食べるとベリーグッドでしたね。ジャークチキン、じゃなくて違法チキン。他にもエスニックなバラエティメニューが楽しいね。タコライスにフォーにタイっぽいカレーやパキスタンカレーやら。ドライブにちょうどいいグッドプレイスでした。でもこの旗立ってるやつが良かったな。それはお子様メニュー？これ旗立ってると嬉しかったよね、子供の頃。嬉しかった。9. Akabilla Yakiniku no Takamoto. これまた視聴者さんからタレコミいただいたお店、赤ビラにあります焼肉滝本さん。大将の似顔絵看板が目印ね。赤ビラじゃ有名人？道の駅にもいっぱい売ってたね、滝本さんグッズね。こちらの大将が現在3代目、なんと今年で100周年だそうです。すごい老舗焼肉屋さんじゃないですか。ってマジ歴史すごいね、炭鉱タウン。今回のラインナップはジンギスカン塩ホルモン牛さがりにライスとシンプルに肉を食らうの巻きシンジ。ホルモンが新鮮でコリコリ食感がたまりません。臭みもなく下処理が丁寧にされてるのがよくわかりますね。ジンギスカンは昔懐かしいタイプ、柔らかくてカットも大きく食べ応えあります。懐かしい漬け込みマトンって感じですかな。マトンの単価も1個でございます。サガリも美味しかった。最近食べたサガリじゃ一番だね。ね、お肉美味しい。カットも厚みもケチケチしてないし、自家製タレがうちの旦那の頭髪のように薄めでさっぱりっていうのが嬉しいっす。おい、元はお肉屋さんだったんじゃないかな。どれも美味しい、美味しくなれって素材愛を込めた仕込みが伝わってくる、そんな感じのお店でしたね。ホルモンうまかったな。これはいろいろいただきたい信頼できる焼肉屋さんだね。3代目大将も気さくで面白い人だったね。イラストそっくりね。タレコミいただいた視聴者さんありがとうございました。次回は上カルビとホットレッグ行ってみよう。牛タンもJikano Meshitabiwa Gachi Day Mata Tabathai Higashikawa Kaiwai Death Otano Shimi ni See you soon。 ポマードって臭いね。臭い。びっくりしました。若い頃リーゼントっていう髪型にしたことがなかった。
ね、これ結構大人になってからクリスマスパーティーで初めて使ったんですよね。クリスマスのパーティーのドレスコードで、スーツっていう時があった。その時に仲良くしてたフランス人野郎2人組とね、じゃあちょっとタキシードで来ようぜっていう話をして、で おいちゃんの髪ってふわーっとしてるからさ、タキシードってちょっとピンとこないんで、ギャング映画のアルパチーノみたいにこうベターっとオールバックにしたくって初めて柳家のポマードこれだと思って買って使ったの、でオールバックになったのは良かったんだけど、臭くてなんかもうね、その匂いで具合悪くなっちゃうして3日ぐらいに取れなくってさ、洗っても、ひどい目にあったことある。もう二度とポマードなんか使うもんかと思って。そんな取れないの？よかったら大量に余ったポマードを差し上げますよ。いらんわっていらねえわ。リーゼントするのってそんな大変なんだね。ロッケンローラーって大変だなって思いましたね。グリーンの時代はダイエースプレーだったからな。そうだね、ダイエースプレーだね。ダイエースプレーだった。ワンステージで1本使ってましたね、あれね。そう、みんなシュー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 学校持ってきてた。あれはすごかったね。あれ最強。猫でご飯の量が決まるじゃん、それで思い出したけどさ、グリーンが前行った美容室に送りにね、髪やりに行くってんで送り届けた時にひょって看板見たっけ、キャットなんか4000円だかって書いてあって、表のね手書きの看板ね、かわいかった。これシャレかな、間違ってんのかなと思って、アルファベットで CUT って本当はカットって書かなきゃいけない、CAT って書いてあったんだよね。キャット3000円いや、猫売ってんのかーいっつってね、安っつって買っちゃおうかなっつって猫くださいっつって。素で間違ってたんでしょ。あれそうなの、お子ちゃまがね書いてくれたんだって。そうなんだ、で子供のせいにしたな。わかんないけどその時はねって言ってすげえ勢いで旦那さんと2人で表出てって、あれはね、本当だーっつってた。通行人に薬を与えたと思いますよ、ね、通った人みんなって笑ったと思うんで、世の中をちょっとハッピーにした案件だったと思われます。ありがとうございました。そういうのが世の中に溢れるといいですね。ね、ハッピーで笑っていきましょう。笑うのが一番です。足の引っ張り合いしちゃいけません。ダメ出しの書き込みばっかりする人はね、気をつけた方がいいですよ。またそんな話すんの。じゃあこれで終わり。